朝の柔らかな光が静かに障子を照らします。台所にはお湯の沸く優しい音。佐藤よし子さんは毎朝6時に起きます。今年で68歳。長年連れ添った夫の健一さんは71歳になりました。トントントンと響く包丁の音。よし子さんは今日も夫の健康を願って朝食の支度を始めます。定年退職を迎えてから2人の時間は穏やかでした。庭の植木に水をやり、縁側でお茶を飲む日々。そんな何気ない日常が何よりの宝物でした。夫の体を気遣い、体に良いとされるものを欠かさず並べる食卓。よし子さんは市販の果汁野菜ジュースを丁寧にグラスへ注ぎます。柔らかくて食べやすい菓子パン、栄養たっぷりなグラノーラ。お父さん、朝ごはんですよ。笑顔で呼びかける声に優しい朝が始まります。しかしその食卓に静かな影が忍び寄っていることをこの時のよし子さんはまだ知りませんでした。健一さんが起きてきていつもの席に座ります。いつもありがとう、そう言って甘い果汁ジュースを一気に飲み干し、菓子パンを頬張ります。一口食べるごとにどこか満足そうな表情。よし子さんも夫の喜ぶ顔を見て心から安心して微笑んでいました。しかし食事が終わってわずか30分後のことです。健一さんが重たそうに息を吐きました。急激な眠気に襲われソファに深く沈み込みます。なんだか体が重いな。健一さんはつぶやき、そのまま目を閉じてしまいます。起きたばかりなのに鉛のように体がだるい。よし子さんは心配そうに夫を見つめます。疲れているのかしら、年のせいかもしれないわね、そう自分に言い聞かせました。喉がやたらと渇くのか、健一さんは何度も水を求めます。散歩に出かけても途中で足が止まり、少し休もうと座り込む日々。食後の強い倦怠感と冷たい汗、些細な変化でしたが、よし子さんの胸の奥に小さな引っかかりが残りました。秋が深まる頃、年に一度の健康診断の結果が届きました。封筒を開けたよし子さんの手が危険な基準値を超えていました。医師からは血管と膵臓に大きな負担がかかっています。かすかに震えます。健一さんの空腹時血糖値と HbA1c の数値がそう告げられたのです。思いもよらない警告によし子さんの頭は真っ白になりました。脂っこいものは避けていたのに、毎朝あんなに健康的な食事を。言葉が喉に使えます。その日の夕方、娘のめぐみさんが実家を訪ねてきました。居間で小さく丸くなって眠る父親の背中。かつては大きくて頼もしかった背中がひどく小さく見えました。めぐみさんは父親の寝顔を見つめながらぽつりとつぶやきます。お父さん、急に痩せたみたい。その一言によし子さんの瞳から熱い涙がこぼれ落ちました。私の作る朝ごはんがお父さんの体を壊していたのかしら。長年尽くしてきた台所でよし子さんは一人静かに涙を拭いました。母の震える肩を娘がそっと抱きしめます。後悔と申し訳なさが胸を締め付けていました。お母さん、自分を責めないで。めぐみさんは優しく言いました。知らなかっただけだよ。今から一緒に見直せばいいんだよ。娘が手渡してくれたのはシニアの血糖値管理に関する専門家の本でした。ページを開くと衝撃的な言葉が目に飛び込んできます。朝の空腹時に一番最初に口にするものがその日一日の血糖値を決定づける。よし子さんは息を飲んで読み進めました。良かれと思って出していた食品が実は空腹の体に激しい血糖値スパイクを引き起こしていたのです。睡眠中に乾いた体は栄養を急速に吸収しようとします。そこに糖質の高いものが流れ込むと
膵臓はインスリンを過剰分泌し、やがて疲れ果ててしまう。健康のためと思っていたものが夫の体を苦しめていたなんて。よしこさんは台所の戸棚を見つめました。甘いジュース、柔らかいパン、シリアル、すべてを一度リセットしよう。よしこさんの心に確かな光が当たりました。もう一度お父さんの体を私の手で守り直そう。翌朝の朝6時、澄んだ空気が台所を満たします。よしこさんはまず朝一番に避けるべき3つの食品を整理しました。1つ目は市販の果汁野菜ジュースです。食物繊維が取り除かれた液体糖分は空腹の胃から瞬時に吸収され、血糖値を一気に爆発させます。気づきと準備。よしこさんはジュースの代わりに鉄瓶を火にかけました。静かに湧き立つ白湯、人肌より少し温かい白湯を湯飲みに注ぎます。体感と反応。起きてきた健一さんに手渡すと、ああ、お腹が温まるなと、喉を通るぬくもりにこわばっていた胃腸がじんわりと緩んでいくのを感じました。交換と対話。お父さん、まずはこの一杯で内臓を優しく起こしてあげましょう。よしこさんが微笑むと、夫も穏やかにうなずきました。2つ目に避けるべきは精製された菓子パンや食パンです。小麦粉と砂糖と油の塊は消化が早すぎるため、急激な高血糖とその後の急降下を招き、激しい眠気の原因になります。気づきと準備。よしこさんはパンを自前、蒸し器に新鮮な卵と旬のブロッコリーを並べました。シュンシュンと温かい湯気が立ち上がり、納豆を器に出して小さじ1杯のオリーブオイルを垂らします。体感と反応。健一さんが卵を一口含むと、しっかりとした噛み応えがあり、自然な甘みが口いっぱいに広がります。よく噛むと、こんなに美味しいんだね。空腹がゆっくりと穏やかに満たされていきました。3つ目に避けるべきは砂糖でコーティングされたシリアル類です。手軽で栄養があるように見えても糖分の塊であり、シニアの膵臓に大きな負担を強いります。気づきと準備。よしこさんは小鍋に食物繊維が豊富なオートミールと小さく切ったきのこ、和風だしを入れました。コトコトと優しく煮込み、温かい和風粥を作ります。仕上げにすりごまを少々。香ばしい香りが台所いっぱいに漂います。体感と反応。温かいお粥を口に運ぶ健一さん。お腹の底からじんわりとしたエネルギーが湧き、頭がすっきりと冴えていくのを実感していました。交換と対話。お父さん、食べる順番も大切なのよ。まずは温かい汁物や野菜、次に卵や納豆のタンパク質、最後にご飯を少しね。健一さんは箸を置き、妻の手をそっとくるみ込みました。よしこさん、ありがとう。体が本当に軽くて心地いいよ。2人の食卓に穏やかな笑顔が戻ってきました。新しい朝の習慣が始まって3ヶ月が過ぎました。初冬のすがすがしい朝、台所には今日も優しい白湯の湯気が立ち上がります。健一さんの体に確かな変化が現れていました。朝食後に襲われていたあの鉛のような眠気はいつの間にか消え去っていました。食後すぐに立ち上がり、よし、散歩に行こうかと自ら靴を履くようになったのです。澄んだ空気を吸い込みながら2人は並んで歩きます。健一さんの足取りは力強く、背筋もすっと伸びていました。再検査の日、医師から渡された検査結果表。そこには正常値へと劇的に改善した血糖値の数字が並んでいました。素晴らしいですね。完璧なコントロールです。医師の言葉に2人は顔を見合わせました。帰り道の公園のベンチで健一さんがよしこさんの手をぎゅっと握りしめました。よしこさんのおかげだよ。本当にありがとう。健一さんの瞳に光るものがありました。
よしこさんもまた夫の温かい手のぬくもりに胸が熱くなりました。毎朝の小さな見直しが夫の笑顔と健康を取り戻してくれたのです。2人の瞳に感謝の涙があふれていました。朝は一日を始めるだけでなく、命をいたわる大切な時間です。年齢を重ねるほど私たちの体は繊細になり、朝一番の一口に正直に反応します。家族を思うからこそ、手軽なものや甘い言葉に惑わされず、体の声に耳を傾けること、白湯をゆっくり飲むこと、タンパク質と温かい野菜を一口ずつ丁寧に噛みしめること、完璧である必要はありません。明日の朝からどれか一つだけでいいのです。できることから少しずつ変えてみませんか。今日という素晴らしい一日が健やかで温かいものでありますように。あなたの朝の食卓にも優しい笑顔が咲き続けますように。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。